通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、メット柄からの話題になります。今月5月4日にね、毎年恒例となっておりますメット柄が開催されました。これはですね、世界でも有数のファッションイベントとして知られているんですが、今回もですね、すごかったですね。これに伴い様々な騒動もあったようです。そしてですね、今年は我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんもここに出演したということで、こちらもね、現在ネットを大変賑わせております。本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のともにちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さん、今年もメット柄開催されましたよ。ね、2026年恒例のね、ファッションイベントが開催されました。今年もすごかったですね。本日はね、その中でも、ひときわ目を引いた面々を、じっくりとね、見ていきたいと思います。そして、我らが親善大使、レイチェル・ゼフラーさんも、某ブランドと提携いたしまして、今年ね、出演いたしました。そして現在、ネットはですね、彼女のミームで溢れています。すごいことになってますね。ついにね、自分でミームをやったということで、こちらもね、大変話題になっておりますが、じゃあこちらね、見ていきたいと思います。2026年のメット柄のレッドカーペットで引用された、すべてのアートを解説。ということで早速ですが、こちらですね、メット柄とあります。こちらが本日のキーワードになります。ということでね、こちらメット柄です。皆さんね、これ、名前は聞いたことあるけど、実際は何なのかよくわからないっていう方、結構いるでしょう。じゃあそもそもこのメット柄とは一体何なのか、ちょっと見ていきましょうね。メット柄は、正式にはコスチューム・インスティテュート・ベネフィットと呼ばれ、マンハッタン5番街のミュージアムマイルにあるメトロポリタン美術館のコスチューム・インスティテュートのために毎年開催される資金調達イベントである。ということで、このね、メット柄ってね、よく聞くと思いますが、これはですね、ニューヨークのメトロポリタン美術館ってありますね。あそこで毎年開催されるファッションイベントです。超高級のファッションイベントという感じですね。で、これはね、ただのファッションのお披露目イベントではなく、このメトロポリタン美術館の服飾部門、ここへの寄付を募るチャリティーイベントなんですね。で、どういう仕組みになっているかというと、そもそもですね、ここに出演するためには、かなりね、高額なお金が必要です。誰でも出れるわけじゃないんですね。お金を払わないといけないんですよ。ただこれは、その出演しているね、一番目につく、モデルたちが払っているわけではなく、ここに参加するブランドがあるでしょ。基本的にはね、そこが払うというシステムになってるようですね。つまり彼らがスポンサーになり、自分たちの服をモデルに着てもらう。そして我々が見るショーになってるわけですね。で、この時の参加料が事実上の美術館への寄付になっていると。なので実態としてはね、美術館のプロモーションであり、ファッションショーであり、ブランドやセレブの PR イベントであると。こういったわけなんですね。でね、このメット柄にはもう一つ特徴がありまして、毎年ですね、決められたテーマというのがあるんですね。これがドレスコードになっています。つまりそれぞれのブランドがね、勝手にそのスタイルを決めているわけではなく、決められたテーマに合わせた服を用意してそこに参加する。こういったものなんですね。で、各ブランドですね、その中で目立とうとしますから、かなりね、前衛的な側面もあるファッションイベントですよね。それゆえに話題になると。これがメット柄と呼ばれるものなんですね。毎年5月の第1月曜日に開催されています。ということで今年はそれがね、5月4日だったというわけですね。メット柄のドレスコードは毎年様々な解釈を促すものだが、今年は特にそれを強く求める内容だった。ファッションイズアートのテーマは、もっと直球でやってみろと挑発するような空気があった。テーマに軽く触れるだけのゲストもいれば、まるで美術館に飾られる準備万端といった姿で現れた者もいた。ということでですね、今年のね、2026年のメット柄、そのドレスコード、テーマですね。これは、ファッションイズアートでした。つまり、ファッションは芸術と。このテーマで、各セレブたち、ブランドが参加したと。こういったわけだったんですね。ですので、ほとんどのね、ファッションが、有名な絵画や、あと彫像ですね。これらをテーマにしていました。で、この筆頭におりますのが、こちらカリビー。ね。すごい格好してるでしょ。これがね、何を引用しているかと言いますと、こちらですよ。この右側に見えております。ハンス・ベルメールの彫刻と、そしてね、この下にあります。これね、すごいわかりやすいですよね。このファッションというのは、こちらのね、グスタフ・クリムトの絵画と、そしてここにありますね。はい、これね、シャネルとなっています。つまりこのシャネルが、この絵画を引用して、そしてこの服を作り、ここに見えておりますグレイシー・エイブラムスに、この服を着てもらい参加していると。こういう流れですね。分かってきたでしょ。これね、すごく綺麗ですよね。で、ちょっと一通りね、メット柄がどういったものなのかを見てきたところで、今年のメット柄もね、お目覚め方面でね、大変話題になりました。メディアもね、含めての話になりますが、毎年恒例ですよね、この辺も。ちょっとね、そのあたりの騒動を見ていきましょうね。こちら MTV のね、X の公式アカウントです。
ゼルダ騒動でおなじみのね、トランスジェンダーの女優さんですね。ハンター・シェイファーっているでしょ。このように紹介してるんですよ。世界で一番可愛い女の子と。いうことで、どうやらこれね、先日話題になりました、プラダのようですが、このハンター・シェイファーを世界で一番可愛い女の子と評したんですね。すると当然ですけどね、このリプランでは大変ですよ。こちら女性用系のメディアですね。このハンター・シェイファーがどういった人物なのか、これをね、投稿しに来てると。そしてこの下もね、主に保守系のアカウントがね、ずらっと並びまして、それは男だということを言っているというわけですね。これすごいですよ。もうどこまで行ってもそれ男だろ、男だろ、男だろが並んでるというような状況なんですね。世界一可愛い女の子が男だということを女性に言ってるの。このミソジニの豚ども。お前たちの目的が私たち女性を貶めて従わせることだって分かってるんだ。これは成人男性だ。ガスライティングはやめろというような形で、これに関してはね、いうような形で、このね、ハンター・シェイファー、MTV にポストされてしまったばっかりに壮絶な流れ弾を食らっているという状況になっています。そして今年ね、大変話題になりました。これですよ。皆さんご覧になりましたか？サラ・ポールソン。こちらの女優さんですね。この人ね。で、目の部分にね、このように1ドル札を貼り付けまして、これはね、つまり上位 1% を象徴しているんだと。このような発言をするんですね。当然ね、これというのは皮肉を込めてのものなんですが、これね、めちゃくちゃ叩かれてしまいます。炎上しちゃうんですね。サラが行ったとされる政治的メッセージは、彼女の評判を傷つけているようだ。レディットではユーザーたちがその衣装について女優を激しく批判している。ある人物は彼女を不誠実で世間知らずだと呼び、別の人物は空気が読めていないのかもしれないと評していた。ガラ開催前からジェフの名前が大きく取り沙汰されていたこともあり、サラの衣装は彼に対する控えめな抗議だったのではないかと考える人もいた。このね、ジェフというのはジェフ・ベゾスですね。アマゾンの創業者。今年のね、メットガラ2026年ではこの夫婦がね、スポンサー、そして名誉共同議長という形で参加していたため、それを皮肉っているんじゃないかと、こういう風に見る人も多かったようですね。なかなかね、面白いんじゃないかなと思いますが、政治色が強すぎたということなのかもしれません。こちらのね、サラ・ポールソンですがね、プクタね、もうこのいでたちがすでに怖くって、アメリカンホラーストーリーでね、よく知られておりますが、存在自体がちょっと怖いんですよね、プクタ。役もね、結構不気味な役が多いなという印象で、2020年のね、ランっていう映画あったでしょ？ご覧になりました？車椅子の娘を献身的に介護する母親役なんですが、実はというやつです。めちゃくちゃ怖かったんで。もうプクタね、この顔を見ると若干ちょっとね、ゾワッとするんですよね。これね、すごい面白いんで、ぜひご覧になってください。でね、車椅子といえばですよ、皆さん。今年ね、大変話題になりましたよ。こちらですね。大手モデル事務所と契約した初の脳性麻痺を持つ黒人トランスジェンダー女性であるアーロン・ローズ・フィリップがメットガラに到着ということで、この方ですね、最近ね、よくネットで見かけますが、アーロン・ローズ・フィリップというですね、脳性麻痺を患っている黒人のトランスジェンダー女性ということで、これね、今までよくミームで言われることだったんですよ。つまりその DI 方面での最強属性としてね、きっとこうなるだろうという形で、そういった画像なんかもね、大量に作られていたわけですね、これまで。そうするとついにこのファッション業界、本当にこれをやったんだということで、すごい話題になってるんですよ。で、さらにはですね、この方、実はね、活動家としても知られておりまして、まさにね、こちらで報じられておりますが、この人ね、このファッション業界には、黒人のトランス女性や身体障害者に十分な賃金を払おうとしないんだと。つまり、モデルに起用しないと言ってるわけですね。で、その理由は、白くないからだと。このように言ってですね、この記事はね、それに困惑しているという記事なんですが、こういう人なんですね。で、今回ね、メットガラに来ましたよということで、こちらで報じているわけですが、今後ね、もしかしたらいろいろなところでね、名前聞くかもしれませんので、覚えておくといいかもしれませんね。このリプランではすでにですね、ここね、ウォークファイナルボスと言われておりますが、様々なミームが投下されていると、こういった状況になっています。そしてこちら、フィギュアスケートでね、大変有名になりました、アリサ・リュウですね。今回ね、メットガラ、ルイ・ヴィトンで出演しておりまして、僕とね、ちょっと髪色がそのまんまなんで、ルイ・ヴィトン笑ってしまいましたが、ちょっとヴィトン柄に見えてくるでしょ。今回ですね、このアリサ・リュウ、ここにありますが、ワーストドレッサーに選ばれてしまいました。これね、いろんなメディアがこういうのを選ぶんですね。そこで選出されましたよということです。でもどうですか？これね、普通に可愛いでしょ？いいなと思いますが、どうやら巷ではですね、これ、イかれてなかったから選ばれたんじゃないかと言われておりましたが、すごいね、可愛いなと思いますが、いかがですか？だってね、他の人たちが、これですから。この中の、これですから。メットガラというのは、こっちの人たちの祭典なんだよね。ちなみにね、こちら左に見えてるのがケイティ・ペリーです。そしてね、これから紹介します。こちらですよ。変な人いますね。
それがね、こちらの方でした。おなじみハイリー・クルムですね。このチャンネルでもですね、実はこの人の仮装、本当にね、初期の頃扱ってるんですが、覚えてる方いますかね？もうこの人はですね、ハロウィンの女王なんですよ。もうとにかく凄まじい仮装をすることで非常に有名なんですね。元はね、アメリカズ・ゴット・タレントの審査員で、皆さんもね、見たことあるんじゃないかなと思います。スーパーモデルなんですよ。めちゃくちゃ美人の方です。なんですが、変な人なんですね。今回こちらね、非常に有名ですよね。ベールの透け感を表現しているという、有名な彫像ですが、これをモチーフにしているというか、仮装ですね。これで出てきたと。こういうわけなんですね。ちょっとね、この人の凄まじい仮装をね、1個ぐらいご紹介しましょうか。以前ね、この人の仮装を紹介した時にですね、YouTube からめちゃくちゃ怒られまして。制限食らうはね、結構ペナルティあったんですよ。なのでちょっとね、ご紹介できそうなところね、選びますね。僕たも成長したんで。こちらですね。2024年のハロウィンパーティー。ここに見えておりますね。これですよ、皆さん。わかりますか？おいおい、これただの ET じゃないかよと思いましたか？よく見てください。はい。いるんだ。ここに。これね、仮装です。この感じの人なんで、いつも旦那と一緒にね、仮装するんですが、横にもいますね。このハイリー・クルム、今年のメット柄がね、このようになって大変話題になっておりました。で、その他にもね、このように、主にね、絵画をテーマにした、そんなファッションというのがね、次々に披露されたわけですが、ここでね、出てくるんですよ。はい。なんとですね、我らが親善大使、レイチェル・ゼグラーさんも、今年のメット柄、参加しておりまして、こちらにね、見えてます。1833年のね、ジェーン・グレーの処刑という、この絵画をモチーフにしたファッションで参加しました。で、こちらに見えている絵画なんですが、これね、イングランドの王位をたったの9日間継承したという、レディ・ジェーン・グレーの処刑の模様を描いた絵画なんですね。で、このレイチェル・ゼグラーさんの立ち姿というのが X で共有されるんですが、これがですね、非常に特徴的だったため、現在ね、大きな話題となっています。で、特にね、顔の動きが特徴的でして、皆さんこのミーム見たことありませんか？白雪姫のね、AI 動画でよく使われたミームなんですが、こうやってね、顎突き出してね、こういった表情をするんですよ。で、これをね、そのまんま自分で再現したとして、こちらが大変話題になっているわけですね。もうこれに関してはね、こちらでも記事になっているんですが、レイチェル・ゼグラーのメット柄の映像が拡散。顎の動きをめぐり SNS で議論と憶測が広がるということで、これね、ネットではね、ちょっとお薬方面で良くないことしてるんじゃないかなんて噂もね、実際出ておりまして、さすがにそれはないと思いますけどね、ちょっとね、その動きというのがあまりにも奇妙だったため、様々な憶測が飛び交っていると。で、プクタで思いましたけど、多分ね、動き、顔の作り方とか、レイチェルさんの癖なんじゃないかなと思います。単純に。モデルの方とかよくやるんですけどね、プクタも先日ね、グラビアの撮影がありましてね、プクタがカメラマンなわけじゃないですよ。某女優さんをね、モデルにして撮影を行ったんですね。その方ね、いわゆる少年誌とか青年誌の表紙をやっていて、ほとんど全て出てるんじゃないかなと思いますが、現在女優さんになってるんですね。で、本当にね、もう撮られる側としては、プロ中のプロですよ。そんな彼女ね、やっぱりただ棒立ちにはならないわけですよね。一旦目線を落として、キッとカメラマンを向くとか、そういうね、結構独特な動きをするんですね。だからレイチェルさんも、その顎がね、ぐーっと出るとか、実際本当やってるでしょ。なんか自分の中の決め顔というか、そういったね、なんかプロセスがあるんじゃないかなと、そんな感じはしてるんですよね。ということでね、最大限の擁護をしてみましたが、いかがですか？現在ね、こちらもそうなんですが、様々な女性がね、このレイチェルさんの今回のメット柄での立ち振る舞いというのをパロディ化していると、こういった状態になっています。はい、ということで本日はですね、先日5月4日に開催されました2026年のメット柄、これにまつわる様々な騒動や出演者を見てまいりました。いかがだったでしょうか？やっぱりね、このチャンネル的には、我らが親善大使レイチェル・ゼグラーさんでしょう。やっぱりね、期待を裏切らないですよ、大使は。やってくれました。今回もね、様々な話題を提供してくれまして、この気遣いですよ、皆さん。こうじゃないと親善大使はできませんから、さすがですよね。ということで今回ね、紹介しましたこちらの防具。実際こうやってね、モチーフになった絵画と並べて、わかりやすく見せてくれてますんで、これリンク貼っておきますんでね、お時間あったらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。